これでも変わったデザインですよね。ね、そんなのね。これなんかちょっとこういうことやってることがね。やってみたかったんですよ。一つの素材の上で加工でしょこれ。ね。面白い。こういう面白いな。今回は、はいこのビモーターね、川崎と、合体して、新しく定時 H2 というのができました。それを、なんと日本で初の試乗をしてきました。で、ね、話題のバイクですけど、ご覧の通りメカニズム的にも難しいし、何なんだろうっていう人が多分大半なんだと思うんですね。で、含めてちょっとその解説とかですね、あと当然ですけど、乗ってどうだったりのも含め、皆さんにちょっと今日はスペシャルバージョンをお届けしようということでございます。で、今回も、宮城さんに来ていただきましてね、いろいろと共有したことがあるので嬉しいですね。その辺はいろいろ話したいんですが、はい、まずこのビモーター、イタリアの、なんていうんですかね、工房メーカーですよね、ハンドメイドみたいなことばっかりやってる。で、前は、日本の4メーカー全部のエンジンを組んで、ハンドメイドで出してました。で、そういういわゆるマイノリティな、その代わりやたらハンドメイドにこだわるメーカーだったんですけど、今回、川崎と一緒になりました。すごい話ですねこれは。ね、ちょっとびっくりしましたからね。やっぱり同じ日本の中でもやっぱり川崎というと、スポーツバイク尖ったものを作るというところがね、どちらかというとこうなんていうかな、本当に硬派、どっちかっていうとね、そういう鋭さがあるじゃないですか。でそういう人たちとイタリアが組み合わさるっていうのはやっぱり我々的にもちょっとワクワクするので、ちょっと予想してなかったことですよね。そうですね。で川崎ってもともと何て言うんですか、自分たちが本当に乗りたい作りたいバイクを作ってるすごい印象がありますし、そういったメーカーが、このビモーターもね、今根本さんおっしゃった通り、工房でバイク好きの人たちが本当にいいものを作りたいハンドメイドのメーカー、そことこう何て言うんですか、こうひっつくっていうのはね想像できなかったんでちょっとびっくりしました。とんでもないことでしょ。日本のメーカーがこういったところと力を合わせて、しかもそのビモーターの中でもこの定時っていうね、もう本当にそのトップオブ特別マシンじゃないですかそれって。でそれをこう形にしてしまったこと自体が僕はもうやっぱ驚きですね。それもしかもですよ、スーパーチャージエンジンですよ。そうですよね、最高峰エンジンですからね。今日ビュンビュン音させてましたね。もう楽しくてしょうがない。さあ宮城さんね、この定時というこれねハブステアというんですけど、前後ろにツインガーム出てますよね。まるで後ろのツインガームみたいのが前に出てますね。これが最大のその定時という名前の元々なんですけど特徴なんですね。でなかなか分かりにくい、実はなかなか分かりにくい。僕も何回も見てるけどもあんまり詳しくは分からないなんですね。一番のメリットは普通のオートバイというのはステアリングヘッドがここですよね。そうですね。でここにフロントフォークがついてます。だから、曲がる時の例えば前輪のステアだったりとかなんとかっていうのは視点は全部このステアリングヘッドの下になります。ステアリングヘッドの下あたりをこう動かしてるわけですよね。こういうふうにね。そうですよね。でなおかつその例えば加速した時の、いわゆるフレームのよじれだったりとか、あとブレーキングした時のフレームのいわゆるたわみを抑えるためにその剛性上げるっていうのがみんなここですよね。だからステアリングヘッドとこのピボット、ここをつなぐのが一番のやり方として、ただ距離があるね、距離がある、これをエンジンもあるしどう避けんだっていうんで、その例のツインチューブがあって、でV4 があって、インライン4があって、だんだんエンジンも狭くなってっていうことは、その辺の剛性というのがそこで決まっちゃう。でこれをあんまりやるとフレームそのものが重くなっちゃって、こっちのこう完成力でそのハンドルにいくらねその軽くしてってもフレームで実は重くなっちゃう場合が途中でありましたよね。でこれのその定時というのはですね、良さはって一回こっちに回りますね。フロント周りにあるわけですね。もともとこのスイングアームの前に、いいねいいですね。
これね、はい皆さんね、これスイングアームが前に出てるじゃないですか、はい、でこのオートバイのステアリングヘッドって実はここなんですいわゆる直進性出すためのキャスターとスリップハンドルじゃないけどトレールが入ってるんですね。っていうのがまあその普通のここに上についている、はいはい、フロントフォークがついてるバイクのキャスタートレールの観念とは全然違います。なるほど。でも理論上としてはそこにあるわけですね。そうですそうです。なるほど、ね。まあハンドル切るとね、これロッドで動くじゃないですか。はいはい。こうね。はい。でこれでつながってるわけですよ。ね、だけどまあ同じでセルフステアにしなきゃいけないってことは一緒なんですけど、ただここが支点であるから、バイクに乗ってる時にね、地面からこれだけの距離ですよ。なるほどね。だから走ってる時に言うと、普通のバイクがこう動いてるのが、こいつはこの辺でこうやって動くんですよ。めちゃめちゃクイック。ここまで来てるから、このバイクは今日も乗ったけど、はい、あんまり分かんないよね。普通のバイクに感じちゃうぐらいもう仕上がりがいいんで分かんないけど、そもそも始まった頃はやっぱりそこにあるレスポンスの速さがある意味すごいなんかポテンシャルだったんだけど、よかったりポテンシャルだけど難しい。結局ライダーが理解しないから、結局こうやった時に全部キックバックくるし、でこれはなんか怖いから、もしくはなんか疑わしいから、あんまり乗りたくないみたいになってた時期もあった。なるほどね。でそこが難しいんですよ。ただ一番大事なことは、これはさっき言ったブレーキの合成だとかなんとかっていうのは当たり前だけど、全然これで強いわけです。いやこれ抜群にブレーキング性能いいですよね。ピタッと止まりますよね。だってノーズダイブしないんだもん。そうですよね。はい。まあノーズダイブ少しさせるようにしないと人間があれなんでさせてはいますけど、本来のフロントフォークのノーズダイブとは全然違いますよね。そうだけど、もう一つ言うと、ブレーキかけてる時に普通のテレスコというのはそうは言ってもこっちにストレスかかってるからね、どんなに高いはずで素晴らしいのがあっても結局ストレスかかってると動きにくくなる。環合部分がある限りここにストレスがかかれば当然動かなくなってくるじゃないですか。これ関係ないんですよ。だから外乱吸収性が抜群にいいですよね。そうなんで路面がこうなったらなんだろうがガクーンとかけても全部それをちゃんと追従しながらいっちゃうというはずです。それはね、分かります。言われたらなるほどなっていうシチュエーションがいくつかあります。乗ったで普通のフロントフォークはやっぱりフルボトムする付近のところでも確かにその作動領域がもう少なくなってるんで、で結局外乱吸収しないですから、ホッピングの誘発したり、例えばそれがダイレクトに体くるじゃないですか。だからそこがちょっと言い方を変えると疲れやすくなってきちゃいますよ、もう我々になってくるとね。ところがこれはものすごいソフトですよね。ブレーキをバシッとかけてるのに、外乱をちゃんと吸収してくれてるっていうのはすごい分かりました。いわゆるこれはないですよね。そうですね。どっちかというとこうなるよね。そうですよね。そのウエイトトランスファーで後ろが持ち上がってね、怖い思いしてってよく怖いっていうのがないですよね。これすごいですね。ですね。今日はあれでしょ、乗って何にも違和感もなかった。いやもう全くないですね。でむしろね、そのブレーキングの安定性と、あとロール方向が軽い。だから僕さっき車重聞いてちょっとびっくりしました。だってそれもそうだから、ステアリングヘッドがここでさっきのこれがないからですよ。こういう動きをしてないですよね。なおかつこの下でこう動いてるだけですもんね。上側にそれがないんですよね。これはここにさっきステアリングヘッドあるって言いましたね。で当然今こうクッションしてますよね。ほらどこにもサスペンションがないんだ。そうですよね。ね、フロントサスはどこについてるんですか、これは。これはですね、実はリアサスと並んでそこにあるの、後ろに。見てください。顔突っ込むと分かる。もうそれ自体がおかしな話ですよね。もう前輪の方からリンクで後ろへそこへ持ってってて、で実はここに2つ並んでます。そうですね。片っぽがリアサスで片っぽがフロントサス。だって真後ろから見ると分かりますけど、こんな風景ないですからね。こんなバイクないですよ。そうです。でセッティングするときは前後ろ両方いじれるっていう。なるほどね、同時に。でも面白いですよね。フロントからこれリンク通してロッドで動かしてるわけでしょ。でスペースファクターとしてもちろん上にもつけられなくはないんですよ。リンクで車みたいにやることもできるし、W ションみたいなこともできるんですけど、でもそうすると完成力がどんどん上行っちゃうじゃないですか。せっかくこいつの持っている質量がここにしかないよっていうのからすると
リンクを持ってしてもそこに置いた方がこのバイクの特徴としてメリットはさらに伸びてくる。わかります。サスペンションを上につけると応力のかかるところが上にきますよね、そうなると重さが出ますよね。もう絶対下の方がいいですね。というようなことの新しいもんだらけというですね。面白いなこれだからね大好きだよね。大好きですよ。だからじっくり見たいですよね。チラッと見るのはもう寂しいね。もっとたっぷり見たいですよね。できればこうボディワークを全部外してね、中身をちょっと見たいなっていうぐらい魅力があります。まあ次回どっかでやりましょう。そうですね、はい、ぜひぜひ。テスタンク今まで初めてです。ビモーターといえばもう長年ねずっと扱ってらっしゃるですね、これその近藤社長お見えいただきましたね。この定時の H2 も当然ながら、扱うわけですよね、なんか宮城さんいろいろね聞いとかなきゃいけないことをもうこんなさっきもうこうなってたよね。そうですよ。これちなみにですね、これご覧いただいている皆さんは多分もうみんなもう分かったから早くそれ聞かせてくれっていうのがあるんですよ。これ大体まずはおいくら万円なんですかこれ。866万8000円でございます。おおなるほど。これパワーどのぐらいあるんですか。これ231馬力でラマスがかかりますと242。ラマスで出ると。はい。242馬力。それは普通の人はあんまりもう乗れない領域ですよね。ただね、もちろん今回はそこそこのセッティングで、フルコンディションでないのはもちろん分かってますけど、でも一応あなた最初から全開だったじゃないですか。そうなんですよ。だからね、そのエンジンもいいですけどね、車体がいいんですよ。だから僕も実は2周目じゃなくて1周目の途中から全開になった。知ってますよ。根本さん早いなと思って見てましたもん。根本さんえらい早いなと思って。いや空いてるなっていうのは分かりました。というかだってそのさっきの合成も全部そうだけど、なんてこんなに違和感なく乗れちゃうのっていう。直線もしっかり前に出るでしょ、で直進安定性がいいでしょ、でもうとにかくもう特筆できるのはやっぱりブレーキング性能ですよ、でそこからロールインターンインしていくところのね安定感が抜群じゃないですか。でこの大きさの車それで走るっていうのがもうちょっと改めてびっくりしました、制御系に関してはこれは川崎の持ってる技術の制御なんですか。じゃあ超一流ですよね。センサー自体はボシの IMU6 軸の IMUなるほどね。最新式。なるほどね。ということはもう今現在考えられるその市販できるオートバイの一番いい条件を全部集めてきてるってことですね。最新最先端の最良のものっていうふうに言って過言じゃないと思います。上手に言われましたね。もう一回言ってください。2回言いますね。最新最先端の上質なもの、最良のもの。これ。というわけで、これから我々も今日は本当に試し乗りだったんで、皆さんにもいろいろお届けしたいしですね、ぜひこのバイクの持ってるポテンシャルをですね、また細かく詳しく新聞も含めていろいろやっていきますんで、ぜひよろしくお願いします。お願いします。今日はありがとうございました。これ皆さんお店に見に行ってね、本当に素晴らしいです。ぜひいらっしゃってください。